格闘技において一番の見せ場は KO の瞬間。一発で決まる豪快なパンチや怒涛のラッシュ、変則的なキックなどが格闘技ファンを魅了してやみません。今回は記憶に残る衝撃的な KO を紹介していきます。衝撃的な KO を見せたファイターとしてまず名が挙がるのがホルヘ・マスビダル。マスビダルはもともとストリートファイトをバックボーンとする生粋の喧嘩屋、伝説のストリートファイターであるキンボスライスからいきなり電話があり、1時間後にベアナックルボクシングの試合をしてほしいというオファーを快諾したエピソードは有名。喧嘩で培った好戦的な性格と鉄の顎と呼ばれ打たれ強さが有名。一方で堅実なボクシング技術も持っており、打ち合いを得意とするファイター。そんなマスビダルを一躍有名にした試合が行われたのは2019年7月6日。マスビダルは元ワン世界ウェルター級王者として青木真也も破ったベン・アスクレンと対戦。レスリングをバックボーンとし、キャリア21戦無敗のアスクレンとの一戦は注目を集めた大一番。試合開始直後にタックルを仕掛けたアスクレンにカウンターの飛び膝蹴りを決めたマスビダル。崩れ落ちるアスクレンに追撃のパウンドを見舞う瞬間にレフェリーがストップ。試合時間わずか5秒の秒殺劇は UFC 史上最短の試合時間でパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞。さらに驚くべきことは、マスビダルは試合前から飛び膝蹴りの練習を重ねており、狙っていたというもの。マスビダルはこの試合で UFC ノックアウト・オブ・ザ・イヤーと UFC パフォーマンス・オブ・ザ・イヤーを同時受賞。ファンにとっても記憶に残る KO 勝利を飾りました。時代を変えた衝撃的な KO として記憶に残るのがフランシス・ガヌー。ガヌーは現 UFC 世界ヘビー級王者として圧倒的な強さを誇っていますが、ここまでの道は平坦ではなく、まさに死に物狂いで掴んだ栄光。カメルーンで生まれたガヌーは貧困から脱却するためにボクシングを習うためフランスのパリ行きを決意。サハラ砂漠を命からがら越えたり、ゴムボートで海を渡るなど苦労した結果パリに到着し、ボクサーから総合格闘家となったガヌー。生まれ持ったハングリー精神と190センチを超える体格でホームレス同然の生活から一気にプロ格闘家へ。現在は MMA で最も重い打撃を持つストライカーと言われ、パンチ力はファミリーカーが衝突する威力に等しい96馬力を記録。そんなガヌーの一番の出世試合は2017年12月2日のアリスター・オーフレイム戦。当時ヘビー級ランキング1位のアリスターは K1 ワールドグランプリ2010の王者として有名で、パンチの破壊力は随一。デモリションマンの異名を持ち、 UFC 世界ヘビー級王座に最も近い男と言われていました。下馬評ではアリスターの圧倒的優位と言われた一戦。試合は1ラウンド1分30秒過ぎにアリスターがかがみ込む体勢から左のフックを放った次の瞬間、ガラ空きになった右ガードにガヌーの狙いすました左は場外戦。アリスターの太い首がぐにゃりと曲がるほどの威力で一発で失神 KO。 当時総合格闘家としてまだ実績のなかったガヌー。 UFC 代表のディナ・ホワイトは、ガヌーはヘビー級チャンピオンになる可能性を秘めている、しかも長期間にわたってタイトルを保持する可能性もあると思うと当時から高評価。結果この試合は2017年 UFC ノックアウト・オブ・ザ・イヤーを受賞。一気に UFC ヘビー級のトップ戦線に躍り出たガヌーは2021年3月に UFC ヘビー級王座を奪取してカメルーン初の UFC 王者に。母国に凱旋帰国した際は国民的英雄として盛大なパレードが行われました。一発のキックで大きく人生を変えた男がホアキン・バックリー。レスリングをベースにした格闘家のバックリーは取り立てて注目される選手ではなく、2020年8月の UFC 初参戦でも TKO 負け。しかし同年10月11日に UFC2 戦目でキャリア8戦無敗のインパ・カサンガナイと対戦し、この試合がバックリーの人生を大きく動かします。試合はスタンドの展開が続き、2ラウンド目にバックリーが放った左ミドルキックがカサンガネイにキャッチされ、どうなると思われた瞬間、バックリーは一瞬背中を見せるように体をひねりながら右足で豪快な回し蹴り。ローリングソバットのように360度回転しての蹴りはカサンガネイの顔面にクリーンヒット。一瞬硬直した後、仰向けに倒れ込むカサンガネイを見てレフェリーがストップ。戦慄の KO シーンはすぐに UFC の公式ツイッターが UFC 史上最もアンビリーバブルな KO、
とコメントを添えてアップ。リツイート数が14万件以上、いいねが35万件以上、再生回数1280万回以上と、これまでの最高の数字に。またこのノックアウトシーンはラッパーのカニエ・ウェストが新曲のリリースの宣伝でも使われていて、世界的に有名に。史上最もクレイジーな KO、 MMA 史に残る偉大なフィニッシュと各メディアでニュースとなり、 UFC ノックアウトオブザイヤーと UFC パフォーマンスオブザイヤーを同時受賞。バックリーにとっては人生を変えた KO 勝利でした。日本人に世界の壁を知らしめた KO 劇として思い出されるのが BJ ペンの存在。2001年当時、日本ではプライドが産声を上げたばかりで、シュートの佐藤ルミナがカリスマ的な人気を博していた時代。その佐藤ルミナを破り、後に総合格闘技のパイオニアと呼ばれたのが宇野薫。宇野がシュートのベルトを返上し UFC に挑戦した2戦目の BJ ペン戦は戦慄の記憶。シュートで無敗を誇った宇野に対して総合格闘家としてスタートしたばかりの BJ ペン。両者の一戦は2001年11月2日に行われ、衝撃的なフィニッシュで話題に。試合開始直後に飛び膝蹴りを仕掛けた宇野に対してかわした BJ ペンがフェンス際でパンチ連打を浴びせて KO 勝利。わずか11秒の KO 劇に当時の日本格闘界は震撼。日本ウェルター級界で最も強いとされていた宇野薫がデビュー3戦目の選手にあっけなく敗れたことで世界の広さを知った衝撃の KO 劇でした。 UFC においてのスターコナー・マクレガーも伝説的 KO を見せた一人です。 UFC 史上3人目の2階級制覇王者、 UFC 史上初の2階級同時王者となったマクレガー。2017年8月にはプロボクシングデビュー戦でフロイド・メイウェザー・ジュニアと対戦し、敗れるも一度もダウンしなかったというつわもの。現在の UFC で最も有名なマクレガーが世界的に注目されるようになったのは2015年12月12日の UFC 世界フェザー級王座統一戦。ゴングの前からニヤニヤと不敵な笑みを浮かべていたマクレガーに王者ジョゼ・アルドも困惑。試合開始直後、アルドの右ストレートをガードするとカウンターの左フックを叩き込んだマクレガー。 UFC のタイトルマッチ史上最短記録となる開始13秒での KO 勝利。同時にアイルランド史上初の UFC 世界王者の誕生となり、マクレガーは金網に上がって強く勝利をアピール。瞬きできない一発のパンチからマクレガーは世界的な大スターへとのし上がっていくのでした。いかがだったでしょうか。今回紹介した KO 勝利はその後の選手の活躍を占う大きな一撃。たった一発で世界的スターとなる道をつかめる格闘技の醍醐味がここにあります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。